ありがとうございます。J1 線は銀座線、千代田線はお乗り換えです。6番線の電車はドアが閉まります。手荷物をお引きください。青線まで黄色線16の時間までお下がります。下の手にはご乗車ありがとうございました。ご乗車されましたら、車内のところを次の前までお進みください。寒い。帰ってきた。ただいま。いただきます。うまっ。濃いですね。最近のケア商品の紹介をします。このメゾンオルキデっていうヘアオイルを最近買いました。美容室で買ってすごい気に入ってます。そして化粧水は最近はセタフィルのラディアンストナーを使ってます。もともとニキビできやすい体質だからノンコメドジェニックのものを使うようにしました。クリームもセタフィルです。これは顔にも体にも使ってます。結構サラッとしてて嫌な感じがあんまりないです。で、締めに資生堂の
ベネフィアンスブライトニングスキンケアパウダーを使ってます。ついでに化粧品も紹介します。下地とファンデーション。下地はマキアージュのドラマティックスキンセンサーベースネオのヌーディーベージュ。これが資生堂シンクロスキンセルフリフレッシングファンデーション。基本肌に塗る系のものは資生堂を使ってます。ノンコメドジェニックだから。資生堂は基本ノンコメドジェニックなので、ニキビできやすい人とかはおすすめです。もうずーっと使ってます。ここ5年ぐらい。私の体質上、夕方になると結構おでこがテカってきたりとか、このマキアージュの下地を使ってると、それが結構抑えられる。本当におすすめです。この下地以上のものに会ったことがないです。で、このファンデーションはマットすぎず、でもテカりすぎず、すごいちょうどいいファンデーションです。これもずっと愛用してます。で、フェイスパウダーも資生堂のシンクロスキンインビシブルシルクルースパウダーのラディアントです。このフェイスパウダーも粉っぽすぎず、ツヤツヤすぎず、すごいちょうどいいツヤ感を出してくれる。おすすめです。チークとシャドウはこの間買ったエクセルのスキニーリッチシャドウ SR11 ブリックブラウンです。でこっちがオーラティックブラッシュアプリコットジャムです。なんかエクセルのシャドウってあんまり発色良くないイメージだったんですけど、この色はすごいちょうどいい発色。すごい気に入ってます。でこのチークは私イエベなのでアプリコットジャムっていう色がちょうどいいです。すごいおすすめです。まつげはアイラッシュリボーンまつげ用ジェルを使ってます。寝る前美容液として使って、朝は透明のマスカラ的な感じで私は使ってます。まつげはマツパで上げてるので、これで束感出せばいい感じになるので、これを使ってます。で、アイブロウはこのケイトのデザイニングアイブロウ 3D EX5 番ブラウン系を使ってます。真ん中だけを使ってます、ほとんど。ナチュラルな色でちょうどいいので、もうずーっとこれを使ってます。